はい、新井ちゃん、今日もよろしくお願いします。お願いします。今日はですね、厚みの取り方って言ったらおかしいですけど、狙った厚みにちょっとでも確率よく当てる方法。新井ちゃんポケット上手だから、いや、厚み楽勝っすよ、かもしれないんだけど、スリクションってポケットと比べると、圧倒的にひねりが多いじゃないですか。そうですね。で、強くついたり弱くついたりいろいろあるじゃないですか。そうすると、特にちょっと遠い球になっちゃうと、厚みに対する不安っていうのは多分ポケットついてる時よりもあると思うんですよね。で、その遠くてひねらされるゲームをやるわけですけど、そのちょっとでも確率が良くなる方法をお伝えしようかなと。楽しみですね、それは。はい、ぜひやってみましょう。よろしくお願いします。お願いします。はい、新井ちゃん、今日のお題はこちら。手玉が白です。はい。で、赤の左に当てて、はい。手玉がこうコーナーの方へ入って、右ひねりで当たりそうという配置なんですよ。はい。で、これを見ていただいて、まずじゃあこちらに立って、はい。決して厚い球ではないですよね。そうですね。どちらかといえば薄い球に見えるですよね。はい、これがこうなら、そんなにストレスがない。まだ優しいですね。でも、今のお題ってこうなんですよ。遠くて、薄くて、ひねりもいっぱい。まずは一回これをついてみましょうか。はい。はい。いつもの新井ちゃんでどうぞ。はい。最高っす。最高。できたから、もう今日いいかな。いや、たまたまな気がします、今のは。じゃあ、これを考えるとき、とりあえず薄く当てたいなと思いながら、振ってると思うんですよ。で、じゃあ次に、こういう考え方してほしいんですよね。一回、まず、強く作って決めてください。もうちょっとさっきより強く作って決めてください。わかりました。強くつくっていうことは、構えた、まずじゃあ構えてください。強くつく前提で構えます。少し薄くってことですよね。同じように手玉をコーナーに入れたい。で、スパッとつきたい。っていうと、構えてるより、厚くはならない。右をひねってますから、ゆっくりつかなければ、構えてるより厚くはならないので、もしこれがさっきと同じ厚みを構えてたら、空振りするはずですよね。そうですね。で、それがあるから、本当は少し厚く構えなきゃいけないんですよね。じゃあそれを加味して、さっきより少し厚く構えて、スパッと振ってみますか。そう、薄くなりますよね。その構えてるより絶対厚くはならないわけですよ。だから、確かに薄い。薄くなっちゃいますよね。自分としてはちょっと厚く狙ってるのに、薄くなっちゃう。さっきよりはちょっと厚くしたんですけどね。そうですよね。で、今の外れを見て、薄かったっていう反省じゃなくて、強すぎたっていう反省だっていう話なんです。なるほど。なるほど。そうなんです。遠くてひねってますから、強いか弱いかで赤に当たる厚みがすごく変わっちゃう。で、今度は逆に、ゆっくりつこうって決めてください。どうぞ。ゆっくりつくってことは、構えたより薄くはならない。そうですね。ひねりの方に手玉って少し曲がってきますよ、ゆっくりだと。だから、もしかしたら空振りかもしれないっていうところを構えなきゃいけないんですよね。じゃあもしかしたら空振りかもで。
そう。空振りはしないですよね。確かに。空振りはしない。空振りを狙ってても空振りはしない。だから、一番最初についていただいて、はい。ナイスショットだったのは、結果的にはいい厚みに当たったからうん。なんですよ。はい。でも、その手前には、その構えてる向きとはい。スピードが一致してた。うん。いい向きに構えて、その時薄く当たるようなスピードで振ってたんですよ。うん。だから、まあ今度は一生懸命当てに行ってください。はい。はい。最初と同じでもいいんですけどね。はい。はい。まず構えて、で、今自分が見ている景色と、これから自分がつくスピードをイメージしながらついてください。これぐらいのスピードでついたらちょうどいいんじゃないかっていう。で、厚く当たって、どういう反省をすべきかってことなんです。なるほど。今のスピードが自分が思ってたスピードなら、うん。もっと薄く構えてなきゃいけなかったし、今の厚みを最初から取ってたんなら、もうちょっと早く振らなきゃいけなかった。ってなると、実は考えることがこういう球たくさんあるんですよ。先に決めなきゃいけないのが、つきたいスピード。はい。まず自分がこういうスピードでつきたいを最初に決めないと何も始まらないうん。ですよ。これが、例えばたくさん走らせなきゃいけない配置が来て、こはい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 。弱くつけないから、これはスパッと振らなきゃいけないって決まるわけですよね。はゆっくりついちゃダメだっていうのがわかる。い。なるほど。そうすると確かにそうですね。ゆっくりついちゃダメなんだから、最初に薄い厚みを狙ってたら空振りしてしまうかもしれないです。ん。だからそこまで考えないと、実はこの球ってなかなかつけなかったりする。なるほど。そうです。これは特に遠いから難しくて、こうなって、こうなって、こうなったらなおさらですね。これも同じ球なんですけど、はい。たまに来ますよね、これが。うんで、厚く当たると赤がもう黄色に行っちゃうから、そうですね薄くしなきゃいけない。で、こんなに距離が遠い。うん。ゆっくりつけない。うん。だから、ちょっと厚いかもっていうところを構えなきゃいけないんです。じゃあ、その感じで、はいまずよくひねって、もしかしたら少し厚いんじゃないかっていうところを構えてください。はい。赤が黄色に行っちゃいそうなぐらいの厚みをまず構えてみる。そうすると、絶対にゆっくり振れない気持ちになってきますよね。これでゆっくり振ったら絶望的でしょ？そうですね。そうそう。これは。そうすると自動的にスパッと振るっていうのもある。ああ、なるほどね。どうぞ。はい。いや、これ熱いかいいんじゃないですか。だからその熱くならないようにスパッと振ってみる。な。はい。そうですね。おお。いける。すごい。だから、その、遠くて、ひねって、へえ。強い球とか、または弱い球とか、はい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 は全部厚みとスピードの組み合わせなんですよ。かけてる厚み、見てる厚みとい。は自分がつくスピード。これがすごく大事なので、い。なるほど。なんか今日いい厚みに当たんないなっていう日があったとして、もしかしたらそのスピードのせいかもしれない。弱くていいやつをスパッとついてたりとか、または弱くついた時にちょうど当たる厚みを見ながら、ついたら強くついちゃって、厚いとか薄いとかはい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 。が起きるんですよね。で、最近は道具がいいから、そう、ひねっててもそんなにずれませんよっていうのが売りの道具もたくさんあるはんですよ。い。で、そのずれが少ないっていうのは、右なら右をたくさんひねって強くついたときに、左に出ていくことが抑えられてる。道具として。そういう道具はたくさん出てて、でも、ゆっくりついたときに、ひねりの方に曲がるのは道具の問題じゃないわけですよね。これ抵抗の問題、そうですよね。摩擦の問題なんで。はい。だから、例えば、この道具は、俗に言うみこしが出ません。まあ、ひねってもずれません。は、あるスピードでついた時の話。
それよりゆっくりついた時には、ずれはしない。でも、ひねりの方には曲がる。そこを考えながらつかないと、ひねって遠い球って狙った厚みに当たりにくいんですよ。だから、こう、最初にスピードを決めないと、実は厚みって構えられないっていうお話。そうなんですね。そうなんです。そうです。なるほど。はい。こういうことが起きてて、体が自然にやっちゃってるからあんまり考えたことがないのかもしれない。いや、考えたことなかった。そうです。でも、考えてみればそういうことだっていう。そうですね。そうです。確かに。はい。これでまた、新井ちゃんが20点に近づくっていう、そういう話です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。なるほど。はい、そうか。はい、そうです。どうですか、新井ちゃん。実はね、言われてみればそうだよね、みたいなこと。いやー、そうですね。言われてみたら本当に、そりゃそうだなっていうのはあったんですけど、やっぱ自分ではなかなか気づけてなかった。そう、ある程度のキャリアを積んでいるから、体が勝手にアジャストしてるんですよね。なるほど。で、例えば、試合にも出るじゃないですか。いつもよりちょっと緊張して、厚みなんかもいつもよりちょっと慎重に狙いたくなるじゃないですか。その時に、その不安を払拭するためには、そういう、強くつくからこうなるはず、弱くつくからこうなるはずみたいなのを知っておくと、ほんの少しそのミスを防げるというか。だから今まで体が勝手にやってたけれども、少しそういうことを考えておくと、より精度が上がりますっていうなるほどお話でした。一つ質問があるんですけど、先ほどの裏回しの配置で、例えばひねりの量を少なくすると、当然立ってくるので、結局それも赤に当たる厚みによるんですかね。ひねりの量が少ないとずれる量も少ないんですよね。たくさんひねった時には顕著にずれが出るんですけど、ひねりが少なければもちろんそのずれも少ないんですよ。でも先ほどの裏回しをひねりを少なくして作ってことはまずないんです。それはなぜかっていうと、少ない加減が曖昧だから。やっぱそうなんです。答えは出てて、先ほどの配置で言えば、たくさんひねってコーナー付近に入れば当たりですっていう配置なので、やっぱりマキシマムをきちんとついていきたいですよね。なるほど。で、そのためには知識。そうです。スピードと構える向き。必ずこの2つを両立させないといけないっていう話。なるほど。はい。ぜひまたやってみてください。とても勉強になりました。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。